皆さんこんにちは。今ですね、このカラークロスで名古屋の方まで車旅の方をいたしました。峠道も含めてこのカラークロスで様々なところ乗っていったんですけれども、走ってみての感想、これについてお話の方をいたしたいと思います。一般道というところなんですけれども、やはりこの一般道に関して言うとね、この車すごい優秀だなと。0キロから加速をスッとしていく時に本当シームレスにスッと加速をかけていってくれるあたりの動きですね、これがいいというところと、小回りがすごく効くよというところ、この2点っていうところが個人的にはいいなというふうに感じるポイントだったかなというふうに思っています。特にバイパスとかに合流するっていう場面があったりとかで、アクセル踏んだ時のレスポンスですね、この辺り良かったので、0キロから加速する時もそうですし、2、30キロからアクセル踏んだ時のぐっと強くかかる加速っていうんですかね、この辺りがね、とても意のままに走ってくれる感覚があったので、特によく知らない道でそういった場面とかに出会った時ってちょっとドキッとしちゃうと思うんですが、そういう場面でもこうアクセル踏んで自分が思ったようにバシッと走ってってくれるっていうところ、これは重要なポイントだったなというふうに思っています。はい、狭い駐車場での取り回しはやっぱりすごかったですね。特にさまざまな観光地行きましたが、空いているところになんとか入れるっていう、そして本当に狭いっていうそういった駐車場にも何回も止めたんですけれど、やっぱり止める時の車のお尻の曲がり方っていうのがとても素晴らしくて、小回り性能の高さっていうのが印象的でした。あと、このカメラのシステムですね、これはね個人的につけてよかったと思います。特に旅行とか行く時、全く自分の知らない場所にこの車を止めに行かなきゃいけないんだよっていう場面の時に、どうしても左右に寄せすぎないようにしたい、真ん中しっかりとピシッと止めたいっていう形になったり、もしくはちゃんと線を確認しながら乗せたい、いろんな場面があると思うんですけど、そこに全てに対応する。そしてカメラの解像度が高いんですよね。なので夜間カメラによっては本当線が見えないとかいろんな場面が出てくる、そういった車もあると思うんですけれども、この車のカメラ夜もね高性能なんですよ。解像度高いんですよ。ですので、どんな場面でも本当にわからないところでちゃんとピシッと止めなきゃいけない、そういった駐車場であったりとか駐車スペースでもしっかりと使えるというところも含めて、カメラつけてよかったな、旅へ乗っていて、この車本当に優秀だなというところを実感したというところであります。ただね、1点だけ気になっているところはあるんですけれど、やはりこのピラーの大きさですよね。A ピラーのところの付け根とか、ここが寝ていて、どうしてもサイドミラーも含めて死角が多いというところ、やはりこの知らない土地、知らない場所に行くと、普段自分が走ってる道をね、走っているんであれば、おそらくどこを気にすればいいのか、どうや角度でどんなような人が出てくるかっていうなんとなく想像がついてきて、これかなここかなここをちゃんと見ようとかっていう形でしっかりと自分で見えない部分を補いながら運転ができるんですけれど、知らない場所に来た時って一体どこからどんなものが出てくるのかって分かんないんですよね。そうなるとより外がちゃんと見えた方が安全運転できるなっていうところは実感の方をしたので、やはりここの辺りのちょっと視覚ができやすい部分があるというところはちょっと旅行で走っていてちょっと気になったかなというポイントとしては挙げられるというふうに思います。ここにセンターコンソールがあって、非常機がついてるわけですよね。でこの非常機はオプションをつけないとこの短さのままなんですけども、ディーラーオプションをつけますとですね、これがだいたい10センチぐらい伸びまして、こんな感じでちょっと伸びます。ですので非常にねこの肘を乗せる時のこの長さが出るので、どんな体型の方でも大体ねこの肘を休めることがしやすいと思うんですけども、その点はすごくいいんですが、幅はですね、ここの幅が多分標準だとは思うんですけど、もしかしたらもう少しねこれぐらいの大きなサイズの車だともう少し幅があるかなともちょっと思いました。ベゼルも多分もうちょっとだけ大きいんですよね。このように2人で乗ってて思ったんですけど、やっぱり長距離なんでちょっと体休めたいと思って、ちょっとこの助手席の人がこうやってやってると、たまに運転席の人がこう信号待ちとかでグンってくるとね、大体肘が当たるんですよごめんみたいな感じで。大体その、運転席の方がね疲れているので、運転席の方がこう来た時には助手席がこう避けるみたいな感じをねしたりとかしてたと思うんですけども、そんな感じでちょっと2人で乗せるとちょっと幅が狭いかなっていうふうに思ったりもしました。これ本当に些細なことなんで、どちらかの方が使わなければ全然関係ない話ですし、1人で走ってる時には関係ないんですけども、ちょっとそういう感じで非常機のね位置とか長さが出るのはすごくいいんですけど、ちょっと幅がこのサイズの車にしてはちょっと細めなのかなとかも思ったりもしました。
山坂道ですね、それから峠っていうところにも実際持っていきました。で、思いのほかやはりキビキビ走ってくれるなっていう印象が強くあります。開業する前のカローラクロスで、古いハイブリッドシステムが積んであるもの、あれでですね、長野の方の七曲りを通った時とか記憶にあるんですけれども、その時と比較してもこの峠の道で登っていく時、アクセルを踏んだ時のトルク感っていうのはやはり増しているなっていうところが印象的でした。登ってる中でもグッとアクセル踏んでいくとグッグッグッっていうこの電動感ある加速っていうんですかね、それがしっかりとされてくるので気持ちがいいなというふうに思いながら登りました。ただ勾配が激しくなってくるとノーマルモードで上がっていくとちょっとアクセル踏み幅が大きくなってくる、そうするとエンジンが鳴る音も大きくなってくる、そういったところがあるので、基本的には坂を登るときにはパワーモードに入れてあげるとより楽にスムーズに上がっていくことができるのかなというところ、これをね感じたというところでありますが、総じてしっかりと登るなという印象です。一方で下りのところなんですけれども、 B レンジに入れて一気に下っていくっていうことをしました。でそこで一つ気になったのが、B レンジに入れてから制動力がクッと立ち上がるまで、若干ラグがあるというところですね。これホンダさんのベゼルとかまたは ZR-V、そういうところに入っている減速セレクターだと入れた瞬間に即座にヒュッと制動力が立ち上がってくるんですけれども、若干ラグがあるんですよね。なのでその点はねちょっとドキッとする場面っていうのがあったかなというのはあります。それから上り下りでのハンドリングというところなんですけれども、スポーティーに走ることを標榜しているような車たちと比較をしたとすると、ハンドリングビシッと決まるかというと少し緩いと感じる場面はあると思うんですが、この大きさの SUV というところを考慮したら、全然もうしっかりと機敏に動いてくれるなっていうところが印象的でした。ただZR-V とかベゼルと比較した時にやはりちょっと膨らむ感触はどうしてもあるかなっていうところと、やはりこの狭い峠道であったりとかを使っている時にさすがに車の大きさを感じる場面っていうのはありました。これはもともとこの車のサイズ感が横幅 1m80 を超える横幅なので、どうしてもねちょっと走っていて若干やっぱ大きいかなっていうふうに感じるところがありました。特にサイドミラーも大きいので、スペック上の全幅よりもこのサイドミラーを含めた全幅ってすごく広くなるんですよね。そういったところが狭い道であったりとか、まさに2号スレスレのところの峠道とか、そういうところを走る時には気にかかる部分はちょっとあったかなとは思いました。私もですね助手席に乗ったりとか運転を交代したりとかいろいろしてたんですけれども、今回やっぱり箱根の山をね峠越えをしたということもあって結構うねってる道とかを走りました。でそうするとやっぱりどうしても運転席じゃなくて助手席っていうのは自分でハンドル握ってないんで、ちょっと上半身が動きやすくなったりとかすると思うんですよね。そうするとやっぱりどっかに捕まってた方が、揺さぶり受けた時に楽かなということで、さすがに峠道とかだとどっか捕まる方も多いと思うんですけども、その時にはですねやっぱり上のこの部分ですね、このハンドルがあるので多分ここを掴まれる方はすごく多いと思います。でZR-Vここないんでこれがあるだけでもだいぶねやっぱりありがたいなと思いながら乗ってたんですけど、もしかしたら人によってはこのちょっと上に手を上げづらい、肩が痛いとかねいろいろあると思うんですけども、上げるのが大変な方もいらっしゃると思うんですよね。そうすると多分もう一つ候補としては下の方のこのドアのところ、ここら辺で、握る方もいらっしゃると思うんですよ。私結構下で握ることも多くって、下で握ることに慣れてしまってるから下で握るんですけど、そうするとカローラクロスってちょうどここないんですよね。だいたいここに穴みたいのが開いてて、ちょっと小銭とか小物を入れられたりとか、ZR-V だと穴開いてて下まで穴開いちゃってるんで物は入れられないんですけど手はガバッと入るような形で、だいたいここに握り口ってあると思うんですが、カローラクロスはここにねこの取っ手があって、ドア閉める時もここでガンって閉めるんですけど、こういうのがあるので多分ここは開いてないんですよね。そうすると座ってる時に下で握りたいなって思って手をねなんとなく手探りで探すとちょっとここにいい位置になくってだいぶ前なんで、これだとねなかなか体って安定しづらいんですよ。なのでもしかしたら下で握るのに慣れてる方の方ですとちょっとね握る場所をちょっとってなる方がいらっしゃるかなというふうにちょっと思いました。ただこれ好き好きなんで、ただ上にはねちゃんと用意されてるんで、この点は ZR-V とは違うのでちゃんと対処はできるんですけど、ここにはないよってところがねカローラクロスちょっと特徴かなというふうに一つ思いました。出発してから高速道路首都高も含めて乗って
いきました。そういった高速道路全般についての感想なんですが、まっすぐ走る。そういった高速を走るときには、この車のレーダークルーズコントロールとレーントレーシングアシスト、この2つの機能が本当に威力を発揮するという、そんなような形になっていました。線の真ん中をしっかりとキープしながら走ってくる。どんな道であってもこの線をはみ出ることがない。今もこれ使いながら走ってるんですけれども、本当に前車をしっかりと追従しながら、そしてこの線の中をしっかりとキープして走るという動きをしてくれているので、本当に安心を持って走れます。それから首都高の時もそうだったんですが、本当に渋滞にはまるというところがありました。そういう時もですね、この車の前車追従、それからレーンをキープする、この辺りの機能が本当に綺麗に決まっていて、人間が操作しているのと同じぐらい本当に安心感を持って乗れる、そういったような動きをしてくれたというところがとても印象的でした。本当に良かったなと思っています。それから120キロ区間、新東名ですね、こちらの区間の高速道路もアシストを使いながら走ってみたんですけれども、そこもそつなく120キロを超えて走っていても全くこのレーンの外に飛び出ていくような動きはありませんし、100キロとか80キロで使っている時と同様な形で車がしっかりと動いていきましたので、この点に関してはその速度が上がってきても本当に安心感があるなというところが感じられたところです。そして、高速道路走っていく中で感じたのが、この70キロ、80キロ、90キロと、速度を上げていくときに、自分でアクセルをバシッて踏んでいった時のトルク感っていうんですかね、しっかりと加速をバシュッとしていくという感じ、このね、加速の仕方っていうのが、とてもね、シームレスで、踏んだ瞬間にこうぐっとすぐトルクが立ち上がってギュッと加速していくっていう、その感触もね味わえる、そういった動きでしたので、乗っていて爽快感っていうんですかね、そういったものがあって、運転手としては高速道路走っていて気持ちいいなっていう風に感じられる、そういった動きになっているなというところがありました。旅で乗っていて変なストレス感じたくないと思うんですけども、加速しないな、走らないなっていう、そういったストレスを感じることなくこの運転ができたというところが、非常にこの旅の中でこのカラークロスっていう車、やっぱいいなというふうに思える、そんなポイントになっているかなというふうに思っております。それから高速道路を走っていく中でのやはり乗り心地っていうところがすごくいいというところは、これもやはり乗っていていいなと思いました。名古屋の近くであったりとか、東京のまさに首都高とか、あの辺り結構路面が綺麗だったんですけれども、結構橋の継ぎ目っていうところは明確に走ってて、どんどんってくるような大きい継ぎ目が連続する区間っていうのも結構ありますし、路面の方が荒れているところも結構走ったんですけれども、やはりこの車の乗り心地っていうのはすごいなというふうに思いました。乗っていて楽だなというのが印象的に強いところと、静かだなというところ、この2つはねやはり特徴だなと思います。同じ道他の車 ZR-V あたりベゼルでも走りましたし、他の輸入車とかでは走ってるんですけれど、やはりその中と比べてもこの車やはり移動が楽だなっていうふうに思う瞬間っていうのが本当に多かったなというふうに思います。何度も言いますけど、燃料タンクがちっちゃいっていうところのお話なんですが、結構この点は今回の旅行の中では気になったポイントとしてはちょっと上がってきましたね。特にその山坂道を走るときにどうしてもこう登っていかなきゃいけないときってアクセルをぐっと踏んでいくので、エンジンをうならせて走っていく。そうするとやはり平坦路を走っていくよりも燃費はどうしても落ちていく、そういった状態でこの車を走らせていますので、どんどん燃料を消えていくんですよね。この燃料の落ち方というのはしょうがないんですけれども、タンク容量があと5リットルでも10リットルでも大きければ、おそらく給油をしなくてもいいんじゃないのっていう場面もあったような気はするんですよね。例えば ZR-V で同じ工程だったらこれ給油1回でいったなと、それが2回になる、そういった感じですね。でこれに関して言うと計画的に動ければいいんですけれども、なかなかねやはり旅先って自分が思う通りに給油できなかったりするっていうこともあると思うので、やはりこの1回の給油っていう中でより多く走った方がいいですし、タンク容量が大きければ大きいほど航続可能距離が伸びるので、このやっぱり旅行に持っていく時っていうのはそのあたり他の車たちと比較してっていうところになりますけれども、この差がねあるなというところは実感したというところで
あります。ということで今回はですね、こちらの改良型のカローラクロスで東京から一番遠いところだと名古屋までですね走ってみまして、3泊4日だったんですけれども、この中で高速道路とか山道とか、一般道とかね、荒れた道とかも走った中で感じたことをお伝えいたしました。今回の動画参考になったという方がいらっしゃいましたら、ぜひ高評価ボタンだけでも押していただけますと嬉しいです。今後もこのチャンネルではカローラクロスの情報をお届けしていきますので、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。ここまでのご視聴ありがとうございました。